今回は鉄フライパンってなんだか難しそうと思っている方にぜひおすすめしたいフライパンをご紹介します。実は私、初めて買ったフライパンが鉄製だったんですが、うまく使いこなせず焦げついてばかり。食材はボロボロ、洗うのも一苦労で、気づけばキッチンの奥にしまい込んでいました。それ以来、鉄フライパンにはちょっと苦手意識があって、ずっと避けてきたんです。でも、料理チャンネルを続ける中で、視聴者様のコメントから鉄フライパンの魅力を知ることができて、もう一度挑戦してみたいなと思う気持ちが少しずつ湧いてきました。そんな時に、今回ご縁をいただいて、この鉄フライパンを試す機会をいただきました。もし気に入っていただけたら、ぜひご紹介をという柔らかなスタンスでお声掛けくださり、実際に数ヶ月使ってみたところ、驚くほど扱いやすく、あの頃のトラウマをすっかり払拭してくれるフライパンでした。今日はそんな、私が本当におすすめしたい鉄フライパンをご紹介していきます。今回ご紹介するのがこちら。トゥーベストクッカーのゼロフライパンです。これまで多くの人が抱いていた、鉄のフライパンは面倒、扱いが難しそう、焦げるし錆びるといった固定概念。このゼロフライパンは、鉄フライパンならではの魅力はそのままに、軽くて焦げつきにくく、お手入れも簡単。そんな使いやすさを追求して開発されました。鉄フライパンならではの高い蓄熱性と香ばしい焼き上がりに加え、最先端のエッチング加工によって、慣れていくほどにフッ素加工のような使いやすさとなるフライパンです。このフライパンの最大の特徴は、半導体製造にも使われるエッチング加工を鉄の表面に施していること。この加工により、表面に微細な凹凸が生まれ、食材の接触面を軽減し、焦げ付きやこびりつきを大幅にカット。しかも、その凹凸が油をしっかりとキャッチするため、油なじみが良く、どんどん育っていく鉄フライパンです。一般的な鉄フライパンの弱点である、くっつく、焦げる、育てにくいを克服しながら、鉄ならではの高火力、高蓄熱性はしっかりとキープ。さらに、鉄フライパンの使用に必須とされるシーズニングも不要。開封後、洗ってすぐに使うことができます。もちろん、シーズニングを行えば、よりプロ仕様に育てる楽しみ方も可能です。もう一つ嬉しいのが、錆に強い点。窒化処理という鉄の表面に窒素を熱拡散させる加工が施されており、鉄フライパン特有の錆の心配を軽減してくれます。あくまで表面の強化処理なので、コーティングのように剥がれる心配がなく、長く使い続けられるのも魅力です。使い込むほどに油がなじみ、焦げ付きにくさと美しい風合いが深まっていく。まさに一生ものとして育てられる鉄フライパンです。サイズ展開は、今回ご紹介する24センチと20センチのほか、26センチや28センチも取り揃えられています。直火、IH どちらにも対応。とても軽量で扱いやすく、普段使っているフライパンとほぼ同じ感覚で使えました。それでは、実際の使い心地も見ていきます。鉄フライパンの使いこなしで大切なのが予熱。真ん中部分は温度が低いので、ずらしながら全体的に温めるのがベストです。コンロは200度を超えると火が自動で弱まるようになっているので、火力が小さくなったタイミングがフライパンが温まった合図になります。もしくはうっすらと煙が立ち上ってきたら、同じく予熱完了のサインです。油を入れてから熱するのではなく、
しっかり熱してから油を入れるという順番もポイントです。鉄は熱すると少し膨らむ性質があるため、加熱すると油が自然にフライパンになじみ、こびりつきにくくなります。カリッと焼き上がりました。くっつくことなく焼けています。エッチング加工を傷つけないよう、金属製のキッチンツールではなく、耐熱性のある木製やシリコン製の道具を使うと安心です。白身の縁が香ばしく焼けて食欲をそそります。フライパンもこの通り。くっつかずに焼けました。とはいえ、鉄フライパンを使う上で私がもう一つ気になっていたのが油の問題。きっとこの動画をご覧の皆さんの中にも、毎回たっぷりの油を使うのはちょっと感じている方、多いのではないでしょうか。できれば、なるべく少ない油で調理したいですよね。このゼロフライパンはエッチング加工が施されているので、少量の油でも調理が可能なんです。ポイントは火加減。強火だとくっつきやすくなってしまうので、少ない油で調理したいときは、まずは弱火からスタートするのがおすすめです。そしてさらに驚いたのが、油分の多い食材なら油なしでも調理できるということ。例えば鶏のもも肉など油の多い食材は皮目を下にして油が出るまで弱火で焼きます。弱火で焼き始めればくっつきにくいです。油が出てきたら皮に焼き目がつくまで片面をしっかり焼きます。油がたくさん出てきました。皮目を10分くらいじっくり焼くとこのくらい油が出てきます。時々鶏の下にも油が行き渡るようにして焼き色をつけます。しっかり焼き色がついたら裏返しましょう。こんがり焼けました。こちらの面は数分焼くだけ。焼きすぎると鶏が硬くなってしまうので注意です。お好みでソースをかけたら完成。鉄の蓄熱効果で一気に焼き上がるので、旨味が中に閉じ込められています。皮はパリッと香ばしく、まるでグリルで焼いたような風味が広がり、とても美味しく仕上がっています。私は普段から野菜炒めも油を引かずに、お肉から出てくる油だけで作っています。植物性の油よりも動物性の油は飽和脂肪酸が多くて酸化しにくいので、高温調理に向いているそうです。トランス脂肪酸などの有害物質も出にくいと言われています。もちろんどんな油でも取りすぎは禁物ですが、油をプラスすることなく作れるのは嬉しいですよね。まず弱火でじっくりと豚バラ肉の脂を出します。時々くっつくこともありますが、油が出てくれば自然に剥がれるので、くっついても無理に剥がそうとはせずにそのまま焼きましょう。油が出てきたら火を少し強めても大丈夫。
焼き色がつくまで焼きます。お肉に焼き色がついたら一度取り出して、硬い野菜から順に炒めていきます。野菜に自然なツヤと香ばしさが出て、しっかりとした炒め物になります。お肉を戻してニラを入れたら味付けをします。味を整えたら完成です。豚肉の脂だけで炒めたので余分な脂っぽさがなく、野菜の甘みと豚の旨みが合わさってコクがある野菜炒めです。熱伝導率が良いので野菜の食感がしっかり残り、香ばしい仕上がりです。鉄フライパンで作るチャーハンは最高と視聴者さんからコメントをいただいたこともあります。でもチャーハンって油が多くなりがちで、食べた後にちょっと胃が重く感じることもありますよね。なのでチャーシューを先に焼いて油を出し、その油だけでご飯を炒めるようにしています。チャーシューの種類によっては油の量も違いますし、後で加えるご飯の量や火加減によっては焦げ付きやすくなることもあるため、鉄フライパンに慣れるまでは油を少し加えて調理すると失敗しにくくなります。油を加えずにチャーハンを作る時のポイントは火加減。強火で炒めるとくっついてしまいます。強火で作るのが一般的なチャーハンですが、そこまで強火ではなくても意外と作れるんですよ。ポイントは卵を入れたら8割ほど火を入れてからご飯を入れること。冷凍したものを自然解凍したパラパラご飯や前日の残りご飯など水分が少ないご飯を入れるとなお良いと思います。完成です。フライパン全体にムラなく熱が伝わるので、ご飯一粒一粒がしっかり炒められて余分な水分が飛んでパラパラ感が際立ちます。香ばしさも加わって家庭でもお店みたいなチャーハンになりました。最後までもたれる感じもなくいただけます。くっつくのは困るけど油も控えたい、そんな方にこそこうした調理方法をおすすめしたいです。さらに鉄フライパンなら調理中に自然と鉄分も取れるので、貧血が気になる方にもぴったりです。炒める、焼く、煮る、揚げる、さらにはアウトドアでも活躍する頼れるアイテム。鉄フライパンは難しいというイメージを覆す、まさに鉄フライパンの新しいスタンダードになりそうです。お手入れも驚くほど簡単。洗剤は基本的に不要で、お湯とスポンジ、たわしなどで洗います。
軽く水気を取ったら弱火で 1,2 分から焼き、最後にキッチンペーパーなどで薄く油を塗っておくだけで錆を防ぎながら育てていけます。取っ手はぬくもりのある木製。水に濡れない方がいいそうです。それでも完全に濡らさないのは難しいですが、洗い終わった後に水気を拭き取るようにすれば、今のところ不具合は感じていません。持ち手の交換用パーツの販売は未定のようですが、必要があればサポートは可能とのことなので安心です。今回は私の鉄フライパンの苦手意識をすっかり払拭してくれたトゥーベストクッカーのゼロフライパンをご紹介しました。ゼロフライパンの詳細は概要欄に記載しています。鉄ならではのしっかりとした火入れ、香ばしい焼き上がりを楽しみながら、エッチング加工によってくっつきにくく、お手入れも簡単。まさに鉄フライパンイコール難しいというイメージを覆す革新的なフライパンです。毎日気軽に使えて長く育てていける。本格派でありながら初心者にも優しい。鉄フライパンに挑戦してみたい方はもちろん、昔ちょっと失敗しちゃってと感じている方にもおすすめできます。鉄フライパンが気になっていた方の背中をそっと押せるきっかけになれば嬉しいです。概要欄に詳細を載せておきますので、気になった方はぜひチェックしてみてくださいね。最後までご覧いただきありがとうございました。